BTS メンバー7人の先頭を切って最年長のジンが訓練所へ入隊しました。アーミーたちがジンの様子を気にかける中、J-HOPE のもとへジンが電話をかけてきたという情報が舞い込んできましたね。電話でのジンの様子はどうだったのか？なぜジンは J-HOPE へ電話をかけたのか？詳しい経緯とともに改めてホプジンの関係を深掘りしてみようと思います。ジンが訓練所から J-HOPE へ電話。2023年の元旦、J-HOPE がニューヨークでのソロライブを終え、ブライブでの生配信を行いました。ライブの中で入隊して4週間余りとなるジンから J-HOPE のもとへ電話がかかってきたことが明かされたのです。このライブの前日の31日、寝る前に知らない番号からの電話に出てみると、相手はなんと訓練所にいるジンでした。J-HOPE がこの番号知らなかったよ、ヒョン、どうしてるの？と尋ねると、ジンは J-HOPE、電話に出てと言ったそうです。ライブの中で J-HOPE はジンヒョンの声を聞いたら癒されて、ジンヒョンとの思い出が浮かんで懐かしくなりました。と優しい表情で語ります。そして代わりにジンヒョンの安否を伝えるとすれば、とても元気そうだし、うまくやっているようでした。だから心配しないでください。とアーミーに語りかけました。入隊後は電話をかけるのも時間の制限があり、長い時間を話すことができない状況なのだとか。そんな中でも J-HOPE に電話をかけてくるジンと兄さんを気遣う J-HOPE。2人がとてもいい関係なのだとわかりますね。ママの授賞式で J-HOPE はジンへ電話。ジンの入隊後に J-HOPE からジンへ電話をかける場面もありました。それは2022年11月30日に大阪の京セラドームで2022ママアワーズが開催された際の出来事。ママは韓国を中心に活躍する豪華アーティストが多数参加するアジア最大規模の音楽授賞式です。J-HOPE はモアプラスアーソン、フューチャーを披露。ママ、プラチナムを3年連続で受賞し、BTS としては3部門を受賞しました。受賞のスピーチでサプライズな演出が行われます。なんと J-HOPE がジンに電話をかけたのです。ジンは光栄な賞をいただきありがとうございますと受賞の喜びを語り、アーミーへは寒くなりましたが体調に気をつけてくださいと気遣う言葉と感謝の気持ちを述べます。そして公の場ではしばらくお会いできませんが、また皆さんの前に戻ってきます。気をつけて軍隊へ行ってきますと締めくくりました。数日前の12月13日にはジンが入隊することを公表しており、アーミーにとってはジンの様子が気になっていた最中のサプライズ。J-HOPE からの思いがけないプレゼントに喜んだアーミーは多かったのではないでしょうか。2人の関係性はどんな時もアーミーとジンをつなげてくれる J-HOPE。そして入隊してもアーミーを気遣うジン。アーミー思いな2人はどんな関係なのでしょうか。明るく太陽のような J-HOPE と陽気でお茶目なジンはとても仲良しです。ポプジンの仲の良さが伺えるエピソードをまとめてみました。J-HOPE に絡みまくるジン。2021年12月2日、J-HOPE のブライブは2人の仲の良さがわかる配信となりました。公演を終え、宿泊先で食事をとりながらリラックスしつつライブをしている J-HOPE のもとへパジャマ姿のジンが登場します。12月に誕生日を迎える J-HOPE のためにバースデーソングを口ずさみながら突然登場したジン。楽しいブライブになるよう祈ってるよと J-HOPE に伝え、自分の部屋へ戻ります。しかし数分後、
J−HOPE が炭酸ジュースを飲んでいるとゲップをしたという噂を聞いてやってきたんだとジンが現れました。どうやら隣の部屋でブライブを見ている様子。するとまた数分後、靴下を自分で洗濯したという話をした J−HOPE のもとへジンがなぜか洗濯用手袋を手にして訪れます。洗濯をするという噂を聞いてきたんだとジン。J−HOPE の楽しそうな笑い声が響き、また何か情報があったら教えてとジンは部屋を後にしてしまいました。ブライブに飛び入り参加して J−HOPE に何度も絡むジンが本当に面白いです。本当に面白い兄さんです。僕がジンさんを好きな理由ですと J−HOPE が話していました。インスタのやりとりも面白い。2022年6月、インスタグラムを更新した J−HOPE。そこでのジンとのやりとりが微笑ましいものでした。インスタグラムにアップされたのは、韓国の音楽番組 M カウントダウンに出演した際のオフショット写真。J−HOPE とジンがモノトーンの衣装に身を包み、仲良く肩を組んでいます。この写真の投稿に対し、ジンがフォロワーを増やすために僕と一緒の写真をアップしたんだねとコメントしたのです。すると J−HOPE がジンと一緒なら何も怖くないと返しました。面白い2人のやりとりに仲の良さがうかがえますね。まだインスタグラムの使い方に慣れていなかったと思われるジンが J−HOPE が投稿した写真にコメントしたことがあります。それは変な写真を投稿しないでというものでした。J−HOPE の顔をぶれさせて撮影したものでインスタ映えな写真なのですが、インスタグラムに不慣れなジンが面白おかしく J−HOPE をいじったコメントのようです。さらに、なぜいいねを押しているのですか？私があなたの投稿が好きという意味ですか？と畳みかけて、いいねの意味を理解していない様子のジン。相手が J−HOPE だからこそ、お茶目なジンのいじりが飛び出してしまうのかもしれませんね。J−HOPE はダンスの先生。2021年8月19日に、ジンと RM がライブを行いました。モッパンをしながら、近頃の自分たちのダンスについての話題になります。RM が、ダンスが毎回大変だ。老けたみたい。と口にすると、ジンも同調。僕は最近体が老けたのかな。振り付けが大変だと、1年半前に J−HOPE にそのことを相談したそう。すると J−HOPE から発せられたのは、兄さん、それは精神力の差です。という厳しい一言でした。ダンスリーダーの J−HOPE の厳しい言葉を浴びつつも、ホビは精神力がいいです。と、J−HOPE の言葉に納得している様子。RM も、ホープを見るとそうだと思う。と、同調していました。ダンスが苦手と公言しているジンにも、パフォーマンスのためには、ダンスリーダーとして、厳しい姿勢を貫く J−HOPE に、プロ意識の高さを感じますね。誕生日にはお互い連絡したりプレゼントも。自身の誕生日には生配信を行う BTS ですが、2022年12月4日のブライブでも、ジンが誕生日ライブを行いました。そこで昨年 J−HOPE からもらったという誕生日プレゼントを公開したのです。すごく重いんです。と、ジンが運んできたのは、サドルがついた椅子のようなもの。ジンは、なぜこれを贈られたのかわからないんだよね。と、困惑したようで、何に使うものなのかも分かっていない様子。オブジェのようにも見えるのですが、実は、イタリアのデザイナー、アッキーレ・カスティリオーニとピエル・ジャコモ・カスティリオーニが作ったセラ・スツールという椅子。通常の椅子のようにゆったりと腰掛けて使うというよりは、電話をするときに
お尻を少し預けるという感じで使う椅子のようです。ジンは、J-HOPE は、これを見て僕が思い浮かんだそうです。とも言っており、J-HOPE のセンスのいいチョイスと遊び心に感心してしまいますね。2022年の J-HOPE の誕生日には、ジンからも面白いプレゼントが贈られています。それは、とても意外なものでした。誕生日前日の2月17日、J-HOPE が更新したインスタグラムの写真には、黄金に輝くものが、彼の顔のように輝くプレゼント、トイレ掃除の心配がないね。ありがとうジンとコメントを載せました。なんと、それは黄金のトイレブラシ。イタリアの雑貨ブランド、アレッシーの100周年記念の数量限定品なんだとか。お値段は、67万ウォン、約7万円、するそうです。お互いに誕生日を祝い合う2人ですが、プレゼントのチョイスがとってもユニークで、しかもおしゃれですね。楽しいことを分かち合える2人の関係だからこそ、プレゼントにもユニークな発想が飛び出すのかもしれませんね。まとめ。天真爛漫でユニークな発想を持つホプ人だから、お互いをよく理解して、とても信頼しているのが伝わってきます。思わず相手へ電話をかけたくなったり、気にかけてしまうホプ人の関係がとっても素敵ですね。